この間は本当にありがとうございました。いやー、大きな感動をありがとうございました。こちらこそ。いや、本当最後、ちゃんと。最後すごかったですね。もういや、ドラマチックでした。めちゃくちゃ。いや、本当マーク先生が残ってくれたおかげと言いますか。あれ、残らなかったら、ね、タグ1個でも成功だけど、やっぱ、ああやって4個出せるって。情報量が2倍、3倍変わってくるから。あとちょっと今、データを見たんですけど、やっぱり4個体、みんな違う動きをしてるから、やっぱりその個人差っていうのがすごくあるなって。リカさん、あれですよね。久米島で初設置おめでとうございます。ありがとうございます。いや、僕、英語わかんないけど、はい、最後のリカさんとマーク先生のやりとり、なんか身振り手振りとか見てたら、あ、これ、リカさん打つんかなと思って。そう。もう、できるぞって応援の言葉を、言ってくれたので、マークさんがこうやって、宮古島でめちゃくちゃ頑張ってるのを、あれ、久米島に着いた時の飛行機から出た時のメッセージ、2枚目、3枚目、4枚目っていうのが来て、あ、私も頑張んなきゃなってすごく思ったし、エールになってよかったです。やっぱその、次の日に、マークさんが3時ぐらいに到着する予定だったんですけど、マークさんが到着する前にタグ打ち成功したいなってすごい思ってて頑張りました。すごい。ありがとうございます。いや、だってずっとね、マーク先生の後ろについて見てて、やっぱりマークさんみたいに、あんなタグ打ちがもうマントがいたら、もう 100% 成功するみたいな自信、そういう人から指示をもらったり、こういうことした方がいいよとか、なんだろう、それをずっと見てるからこそ、私もできたのかなって思いましたし、でも、もちろんまだまだ先が長いというか、自分ももっとタグ打ちして練習して、ああいう人になりたいなとも思いました。いやー、素晴らしいですね。もう本当にね、痺れました。
だってほら、宮古島はもうマンタホスピタルにマンタが来るの、もう1ヶ月もないぐらいだから、もうラストチャンス、で、ラストチャンスのところはマーク先生がしっかり残って、で、ね、もう一つの行くはずだった場所には、しっかりと信頼してる弟子を送り込んで、いや、だから本当にベストな選択で、最高の結果になったなというふうに。久米島2日しかないのに、タグこんな出せるかなっていう緊張感があった中で、ちゃんとできたのも、やっぱりマンタの神様がいや、すごい、もうマギーの時からもうすごいですもん、ずっと。そう。いや、ほんとすごいなと思って。本当に奇跡的だったし、もう、マンタからもサポートもらってるのかなっていうのをちょっと感じちゃいますよね。いや、感じちゃいますね。インスタで2025年振り返りみたいな投稿があって、それ見たら、島と島、人と人をマンタがつなげてくれましたって書いてあって、いや、もうまさにその通りだなと思って。本当に。いや、だってマギーが去年でしょ？でそこから始まって、久米島、宮古島、石垣島、3島で同時にプロジェクトがこの1年で進んでるって、もうかなりすごいことで。しかもその、マギーのタグが、久米島で、久米島で拾われて、そこから久米島の調査も始まったし、その、実際に拾われたタグのデータを分析すると、めちゃくちゃ宮古島にいるんだっていう発見から、トッティさんとかに連絡させていただいて、そこから宮古島の調査も始まって、トッティさんがこの YouTube で紹介してくれたおかげさまで、石垣の調査も始まったし、もう本当につなげてくれてる感じで。いや、本当に、もう、嬉しすぎます。リカさん。幸せすぎます。あれ見ましたよ。パディの2026年アンバサダー選ばれてるじゃないですか。はい。びっくりしましたね。ですよね。選ばれちゃいました。びっくりしました。僕ちょっとジャパンマンタプロジェクトにちゃんと調べられることは全部調べとこうと思って、検索していろいろ調べてたら、ありがとうございます。パディのアンバサダー出てきて、経歴とかね、すごい素敵に紹介してもらってて。いや、本当に最近なことで。そうなんだ。私も全然、なんか、そんなアンバサダーになってもいいのっていう、なんだろう、別にそんなダイビングも長くないし、もっと上手な人も周りにいるし、やっていいのかなって、パディの人にも言ったら、いいんですよって言われたから。いやー、もうそれどころか僕はもう、リカさんがもう今最もふさわしいんじゃないかと思ってるぐらいで。だって僕らとしてはマンタの行動を知って、お客さんをマンタにできるだけ合わせたいっていうのがあるけれども、もっと上流の話をすると、マンタの保護のためじゃないですか。ね、調べたらマンタ絶滅危惧種にも指定されていて、そうです。っていう観点で、パディのアンバサダーって、やっぱりその SDGs にのっとった人が選出されることが多いので、もう本当にぴったりな人選だと思うし、今始まってこうやって広がりを見せて、で、またそうやってパディの方からも広報していけたり、引き続き僕の YouTube でもこういう風に配信していけたら、またいろんな協力者の人が出てきて、もっと、本当にね、いろいろな人がつながっていけば、もう本当いろんな人に知ってもらうことができて、もっと大きな活動ができるようになって、ってなったら、ね、みんなマンタと友達になれて、それがやっぱり目標って言ってたじゃないですか。
いや、だから嬉しかったです。リカさん選ばれて。ありがとうございます。はい、誇らしく思いました。本当にみんなのおかげ、みんながこうやって大好きなマンタを、なんか、私を信用してくれて、こういう素晴らしい景色を見せていただいたり、こんな調査を、やらせていただいてるのも本当にみんなの協力のおかげなので、本当にこのパディのアンバサダーも、本当にみんなのおかげだと思ってるし、本当にいつもありがとうございます。みんなで、本当にみんなでこうやって調査とかやるのも、自分的にもすごく楽しいし、なんだろう、世界の研究者を沖縄とか宮古とかに連れてきて、その人たちもこの場所の素晴らしさ、宮古島とか久米島のいいところを見て、こういう知らなかった景色を見てすごいなっていうのもすごく嬉しいし、本当にもう楽しくてしょうがないですね。最高です。ということで、この活動をさらに広げていけるように、で、僕ができることとしては、その活動の内容を動画でしっかり皆さんにお伝えしていくことだなと思っていて、今日の動画を、どういう趣旨で出そうかっていうところなんですけど、今日の対談動画が出る前に、先日の4日間の GPS タグ設置のドキュメンタリーが出て、その後に、こういうことに使われますよとか、こういうことがわかりますよとか、こういうふうにウォッチしていけますよっていうのを、視聴者さんにわかりやすく伝えていけたらなというところで。ありがとうございます。本当に重要なプラットフォームだと思うし、やっぱりああやってインスタで写真とかを投稿しても、調査がどんな感じで調査をやってるのとか、全然、多分伝わってないから、本当にありがとうございます。いや、もう今編集してるんですけど、もうちょっと編集が楽しすぎて、いやもう臨場感がやっぱり、序盤が全然ダメで、みんな気丈に振る舞ってるけど、この先どうなるだろうなっていう不安感とかがもう、ちゃんとやっぱり、長尺の動画だとすごい伝わってきて、で、そこからね、こういう風に行くところとか、もう本当に楽しみにしててください。本当に楽しみです。いや、本当に。あの動画を見てもらえればどういう活動をしてるっていうのが一発で本当に分かるようなものにしたいなと思っていて。本当にありがたいです。はい。ご期待ください。うわー、楽しみ。楽しみにしてください。すごく楽しみです。で、今後、やっぱり個体識別とかも、こうやって、マンタのこととか、やっぱ楽しみとか、マンタに対しての、愛が高まる中で、やっぱり個体識別も進まないといけないなって思ってる中で、このアプリとか、頑張って、この2026年には終わらせたいなって思ってます。それについて僕結構考えてて。本当ですか？めちゃくちゃ考えてて。でひらめいちゃったんですよ。これだっていうのが。それをちょっと今日会議するのめちゃくちゃ楽しみで。それをちょっと一番最後の方に持っていこうかなっていうふうに。ずっと矢部市にいるのいますよね。います。誰だっけ？まこちゃんだ。まこか。まこが好きなのか。まこちゃんがめちゃくちゃ矢部市大好き。そう。で、矢部市の中で一番点が固まってるところはね、矢部市のドゥっていうね、の名前に、リーフの名前がついていて。ドゥ。そう。ドゥはね、行けば結構この時期はマンタが見れるっていうので有名なポイントで。そうなんだ。そう。で、そこからなんか中の方にちょっと
移動し始めたから、これからどこに行くのかなっていう。楽しみ。うん。楽しみです。へえ。うん。でも、他のマントは全然ヤビジの方に行かず、ね。里見、めちゃくちゃ妊婦さんは、もう宮古島の南側、うん。出ますあ、ね。行きましたね。そう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 。で、里見、水面、めちゃくちゃ出てくる回数多いですね。やっぱ、妊娠してるから、いや、結構捕そう、食しないとカロリーが足りないのかなって思いそうます。なのかなって僕らも思っていて、ちょっうん。と何倍も他のやつよりよく出てくるというか、うん。うん、私、面里白いですね。見は見てないんですけど、動画うん、でトッティさんが送ってくれた動画に見たら、うん。まあ、妊婦さんですね。すごもい、もう、ポコン、う、ね、もうパンパン。パンパンでしたうね。ん。この後どこでどういう、このまま生まれちゃうのかな宮古島。ねえ、それが、まあ、宮古島妊婦さん多いのかな。いや、でも、久米島にもすごく多かったと思うう。ん。この時期、すごい、うん。やっぱ食べ物が豊富だからかあ、なるほどね。やっぱり水面に溜まるのは、まあ面で溜まるから、やっぱな。それだけたくさんうん集まるっていううんうん。ことなのか。やっぱり、うん。妊娠と妊娠の間って、うん。期間があんまり決まってないんですけど、うすごん。い食べ物が豊富な場所だと、2うん。年に1回は妊娠うするんん。ですけど、うん。すごい食べ物が豊富じゃない場所だと、うん。7年とかも空くえ、時もあるらしいんです。こんなに開くんだ。だからやっぱり妊婦さんは、そうやって捕食の場所とか栄う養がん。豊富な場所がないと、妊婦さん、あの、栄養が足りなくなっちゃうから、なるほど。だから水面にいるのも多いのかなって。なるほど。まあ、じゃあそもそも産むタイミングも、水面で飯食えるタイミングも考慮しうんて、うんうんううん、んうん。行ってる可能性が高いっていう感じですかね。うんうやっぱんうん。そしたら。ちなみに、大きい方の機械のうん。やつは、水深、水温、光の強さをキャッチしてはい記録するはいはい。っていうことだったけど、それとたまに水面に出てくる情報も複合して、新うん。たなクリーニングステーションが見つかる可能性ってあるんですかね。うん。あります。水面でいっうん、ぱい点が出てると、あ、ここはうん、捕食する場所とかってうん、思われるんですけど、うん、やっぱりそのタグうん、が外れた時うん、に回収ができたら、うん、あの、このうん、タグの、うん、とワイルドライフコンピューターって言うん、って、その別に水面に来なくても、うん、その水深のデータだったり、うん、えっと、光のレベルとか、うん。を使って、そういうモデルを使って、うん。だいたいここだったんじゃないかなっていうえのをえー、点でしてくれるんです。すごい。それで、GPS の点で、モデルをもうちょっとうまく、キャリブレートっていうか、調整ができて、例えば他の人の個体識別の目撃情報とか、この前、トッティさんがサトルを見つけたよって言ってくれた点とかはい。をデータ、そのデータポータルにうん。入れると、そういうモデルができて、あの、あ、ここにすごいいるのが多かったなっていう時とか、うん。全然ありまうん。すし、そこなるで、ほどね。あの、そこでダイビングしてみたら、
実際には新しいクリーニングポイントっていうのも全然ありますし、その理由で多分、マークさんも、ラジャンパッドでいろんなクリーニングステーションも探せたと思うので、ここは楽しみですね。すごいですね。最先端技術というか、まさかそこまでいろいろ組み合わせてそういうふうに予測を弾き出すとは思ってなかったんで、いい情報が聞けてよかったです。あとまだ沖縄のこのタグ付けたマンタにないんですけど、やっぱり2枚の答えが一緒に、場所が重なるところとかも、なるほど。興味深い場所で、もしかしたら重要な場所とかクリーニングポイントなんじゃないかなって。面白いのがもう多分タグ付け20枚いかないですけど、20、19とか言ってるんですけど、全然場所が重なった時とかないですね。まだ。そうなんだ。結構みんな個人的に動いてるというか。そうですよね。だから思ったよりマンタの個体数自体が多いかもしれないし、それだけ多様なパターンがあって、僕らは目で見て、それを知識としてストックするだけだから、だいたいこんな感じだろうなっていう予測以上にたくさん動いてるから、きっとね、たくさんいるのかもしれないですね。思った以上に。間違いないです。多分もっといると思います。いや、ちょっと、リカさん、話が面白すぎて、これ何時間でも話せちゃうやつだなってすごい今感じてて、僕今ちょっと思いついたんですけど、なんか定期的に、ライブ配信でもいいし、動画を収録するでもいいし、そうやってやると、もっといろんな人が興味を持って見てくれるんじゃないかなと思って。今度ライブやりません？やりましょう。ライブの仕方がわからないですけど。もう、それはもう僕が段取り組んで、オッケーオッケー。僕の YouTube でライブ配信で、リカさん、この Google Meet でも、表示できるので、こういうふうに画面共有もできるし、そこは面白い。それって質問とか、いや、そう。みんなから来るんですよね。来ます。めちゃくちゃ来ます。じゃあ、面白いと思います。いや、だから僕だけでこういう話をとどめとくのはなんかもったいなさすぎるというか。いや、だって、これ、動画全部の話含めると、長くなっちゃう。長すぎて。確かに2時間とか。そう、なっちゃうじゃないですか。だったら、ちょっと小分けにして、ライブとか企画とかで配信していけば、もっと多くの人が興味を持って入ってくれると思いますし、それこそ久米島とか石垣島の人とかも参加して、ここで何人かで繋いでやれてもまた面白いですし、それこそパディのアンバサダーなんですから、パディも一緒にここで繋いでもらったりとか、全然いいと思います。僕のチャンネルをそういうハブにできる可能性があるんじゃないかなと思って。そんな、嬉しいです。そんな、すごいいいと思います。いや、思いついちゃいました。ひらめいちゃいましたね。ひらめいちゃいました。だってだってこのデータ1個ずつ追ってたら。確かに、時間が。いや、ほんと2日でも3日でもずっと、1個体ずつこうやって解説してやることになったら、やばい時間になっちゃうな、という。じゃあもうこれはやりましょう。やりましょう。僕ちょっと企画しますね、いろいろと。やっぱりみんなが何が興味深いとか、何が知りたいのかも知りたいし、ぜひお願いします。
わかりました。じゃあ、ちょっと企画を組んでスケジューリングとかも含めて、ちょっと概要、叩き台ができたらリカさんに連絡させてもらうので、またミーティングして決めていきましょお願いします。う。お願いします。じゃあ、それでは、今日最後の本題。いや、はい。いかにして多くの ID を集められるか。はい。はい。マンタのお腹の模様の写真はい。を、サイトを作ってアップロードしてもらって、それがたくさん集まると、本当にいろんなことがわかると。本当にいろんなことがわかります。で、GPS のタグは、まあ、こういうふうに活動してるけれども、そのマンタのお腹の模様の画像に関しては、多くの人の協力が必要というところで。やっぱり、日本、沖縄、宮古は、本当にダイバーの数が多くて、2013年に出てきた論文で、このマンタの観光に関する論文。まあ2013年だとまだ結構前のことなんですけど、それからまあ新しい情報は出てきてないんですけど、その、論文では、マンタに関する観光がいくら、なんだろう、儲かってるか、各国がどんだけ儲かってるのかなっていう調査だったんですけど、インドネシア、モルジブ、ハワイ、オーストラリア、こんなマンタが人気な場所に限らず、1位が日本だったんです。すごい。1位が日本で、しかもその調査は3カ所しか使わなかったんです。日本の中でも、八重山諸島のダイブショップだけを使ったのにも限らず、インドネシアとかモルジブとかハワイより上だったんです。すごい。だからこそ日本のダイバーの力はすごいんじゃないかなって思ってて、やっぱりこうやって GPS タグとか、を使う研究もすごく重要だし、すごい面白いこともわかるんですけど、やっぱりこんなマンタに関するダイバーが多いところで、個体識別をやらないのは、もったいないんじゃないかなって本当に思ってて。しかも、そのマンタの個体識別によって、みんなも科学者になれるし、よりマンタに会うのが楽しいと思ってて、そこもみんなに共有したいなって思ってるところです。ありがとうございます。この間、早速そのサイトを共有しようと思ってたけど、使いづらくてって言ってたじゃないですか。めちゃくちゃ使いづらい。そうなんですよ。で、宮古島のチュラミ連絡協議会でも、何時に入っていたかいないか、潮の流れはどっちみたいな簡単なGoogle フォームを使ったアンケートを、まあ、潜ったら皆さん協力お願いしますって流してたんですけれども、やっぱりちょっと使いにくくて、見にくくて、やっぱりその、使いづらい、見づらいっていうのが結構障壁になるなっていうところで、まあどうやってこの課題を解決するかと思って、リリカさんが言ってたように LINE とかの方法で、小笠原のやつも僕見させてもらったんですけれども、ちょっと待ってよと。それよりも、たとえサイトが使いづらくても、みんなが参加したいと思えるような企画であれば、もうやると思うんですよ、皆さん。そこで僕が思いついたのは、まあほら、マンタの ID、お腹の模様の写真を AI で照合できるって言ってたじゃないですか。そのシステムを組み込んで、新しく ID をアップロードした人に、
名前をつける権利をあげてはどうかなと。名前つけたらだってめっちゃ愛着湧くし、つけたいじゃないですか。つけたい。つけたいじゃないですか。つけたいです。で、マギーもそうだったけど、やっぱり、めっちゃ気になる、愛着湧くじゃないですか。めちゃくちゃ。うん。で、今回僕らもたまたま調査チームだったから名前つけさせてもらったりしましたけど、すごく愛着が湧くし、毎日気になるし、私、名前つけられるって分かってたらみんなすごく前のめりになって参加してもらえるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。だからそれはもう、全ダイバー向けっていう感じでガイドさんだけとかじゃなくて、一般の人でも気軽に参加してアップロードして照合できて、さらにもう、ID がアップロードされて、名前があるマンタは一覧でこういう風に見れて、みたいな、ところまで行ければ、喜んでみんな、多分ダイビング終わったら宿帰ってすぐアップロードみたいな、それぐらいの熱量が、そう。だって、早く上げなきゃってなるじゃないですか。しかも、そしたらもう、新しくなくて、別に名前つけられなくても、このマンタは何の名前と、あと、どこ行ってるのかなってわかるのも、一番最近目撃されたのはどこなんだろうとか見れるのも面白いよね。めちゃくちゃ面白い。だから、行動を見れるようにしてあげると、もう100点満点で、その後どこ行ったかとか、その人だってずっとそのサイトを訪れますよ。僕らみたいに。それこそが熱だと思うんですよね。確かに。それこそマンタと友達になるっていう。いや、そう。いや、ほんとコンセプト通りで。どうやったらできるんだろう。それは、そのシステムをどうやったらできるかは、まずは、この動画をご視聴の皆さん、もしそういう業種で働いてる人がいたり、知り合いにそういうのができる人がいたり、いろいろ支援できる、そういう仕組みを構築できる人がいたら、まずは、概要欄の方に僕のメールアドレス載せてありますので、まず僕の方にご一報いただくようにお願いします。お願いします。っていう感じ。できたら本当にね、みんなが島と島、人と人、ね、つなげられるかなって。いや、そうですよ。だって、久米島沖縄本島を行き来して、宮古島石垣行き来してることはもう分かってて、もう島と島の境はマンタが超えてくれてるっていう。本当に。私たちの大好きな、例えば、まこちゃんが、あ、久米島行ったとか、ね、そんなのがあったら、本当に。いや、本当に。追いたいっていうか、守っていきたいし。いや、だから多分お客さん目線で言うと、宮古島でまこちゃん見て、まこちゃん石垣行ってるから、ちょうどその時期ダイビング行くから宮古島行こうみたいなことも全然あったりとか、あと、例えば、宮古島と石垣島のガイドさんの交流もそれでもしかしたら生まれるかもしれないし、本当ですね。マンタの。いや、本当に。いや、そうなんですよ。そのためには、そのシステムが必要不可欠と言いますか。ですね。みんなをつなげてくれる、もう、最強のツールというか。ですね。しかも、なんだろう、地図とかもバーンって出てくる。そういうのができたら、もう本当にもう頭に浮かんでます。どういうのが作りたいのか。できると思います。多分、できると思います。あとはマンタを照合するプログラムが、でも最近 AI とかもありますからね。
プログラミングコードとかのハードルもかなり下がってるので、専門的な人に誰か相談できる人が現れてくれれば、話がトントン進むんじゃないかなという、ところで、相談したいですね。これが可能なのか。やっぱりみんな結構スマホ使ってるから、スマホでもすごく簡単にできるようなのにしたいですね。まあだから、なんだろう、ウーバーみたく、ウーバーみたいな地図がポンって出てくる。で、ちゃんと一つ一つの車が見えて、クリックするとその名前とかいろいろ出てくる。写真とかも出てきたら、しかも写真に、その誰が写真撮って、誰が、その一番最近に目撃したのかもちゃんと見れる。いいですね。たくさん写真が溜まっていくとますますいいですね。まあ、それこそ妊娠してるマンタとかね。みんなもワクワクできたら、本当にもう、笑顔が止まらないですね。止まらないですね。いやー、いいですね。ちなみにその AI でお腹の ID を照合するサイトがすでにあるんですよね。はい、それがもう、ちょっと使いづらい、マンタベースっていうんですけど、やっぱりちょっと使いづらい、私にもちょっと使いづらいっていうか、なんかワクワクしない、目撃情報とか入れてて、ワクワクしないサイトだなって。まあ、だったら、一から作るっていうのも、ありじゃないですかね。まあ、それこそ、まずはホームページが一番肝になるんですけど、はい。ホームページを作って、そこから、アプリで読み込んで操作できるようにとかして、さらに LINE 登録すると、さらに身近に使いやすくなったりとか、システムに強い人を見つけて、AI にも強い人を見つけて、アップロードされた画像を読み込んで、識別していくシステムを、作ってってなると、お金もかかるじゃないですか。ですね。なので、リカさん、クラウドファンディング、それを作るのに立ち上げてみてはどうかなと思っていて。めちゃくちゃいいと思うんですよ。そしたら、メッセージももっと広がりますよね。広がります。あと、協賛してくれる企業もいっぱいいると思います。ダイビングはもちろんのこと、作れると思います。すごくいい。パディにも。いや、本当にそう。パディにもちょっと。そうです。協力してもらおうかな。いや、本当にアンバサダーですから。だってもう、これはリカさんの活動を広めていくために必要不可欠なもので、これがなかったら、やっぱりなかなか広がりを見せていくのがちょっと難しくはないけど、時間がかかるというか。で、パディも一応サメとかエイの保護についての多分アウェアっていうのがあるから、多分この保護とか、こういうことしたい、これをシェアしてくださいって言ったら絶対協力してくれると思うし。やりましょう。だから僕はね、もうすごく支援者が集まると思います。このプロジェクトは。で、しっかり応援していただいたお金で、そのサイトを集まれば集まれるほどいいものができるっていうイメージだと思うんですよ。予算が少ないとできることが限られるっていう感じになる。すごい、地図とかじゃなくて、提出するだけとかになっちゃうから、みんなで、これをみんなで大成功させましょう。させましょう。夢ありますね。いや、夢めちゃくちゃありますよ。本当に。あれ、どこでやりますか？GoFundMe。日本ではどういう
サイトでやります？日本で結構キャンプファイヤーが強いかな。OK。で、リカさん大丈夫です。うちのお客様でキャンプファイヤーに勤められてる方がいて、はい。前に、相談乗ってもらって、プロジェクトを進めたことがあって、おそらくその方に相談すれば、めちゃくちゃ面白いと言って、もう全面バックアップしてくれることになると思います。わー、縁ってすごい。いや、すごいんですよ。縁もすごいし、プラス企画がいいと、そうやってバックアップが熱くなるわけですよ。もうこの企画を、その人に早く話したくてしょうがないという。で、その人に相談すれば、もう本当ありとあらゆるページの作り方とか、嬉しいです。見せ方とか、そういう相談をいろいろ乗ってくれるので、あとはそこに最後はリカさんが、リカさんの思いをそのページにもうドガンと、これを頑張りたいです。なのでこれだけお金が必要です。皆さん、お願いしますっていうだけです。いやもうそれはリカさん一番得意なところだから、その他のところは僕がバックアップさせてもらいますので。本当にもう頼もしいというか、お任せください。というか、本当に心強いです。いや、本当にもう大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。こちらこそ。一番いい方法をしっかりと、さっき言った究極の形をゴールにして、いろいろと、お手伝いできると思うので。ありがとうございます。はい。なので、リカさんと僕と、手伝ってくれる担当者の人3人でこういうふうに進めていける形まで、とりあえず、まずはそこまで行きたいなというところで。本当に、私も今週とかいろいろ考えてたんですけど、やっぱり、どうやってもワンステップがわからなくて、とりあえずトッティさんとかに相談してみようって思って、本当に正解だなって。大丈夫です。得意な人がやればいいんです、そういうのは。リカさんはリカさんにしかできないことを力強く進めてもらえれば、僕らチームメンバーは力強くより進んでいけるので、方向性が見えましたね。本当にもうキラキラしてます。いやだからもうこの動画自体ももうすごい動画に多分なる。もう僕らのテンションの上がり方が視聴者の人にも伝わってね、みんながワクワクすると。いや本当にそのダイビング業界の人だけじゃなくて、例えばなんかね、そういう海洋調査に詳しい会社さんとか、カメラメーカーさんとか、ありとあらゆるね人たち、誰でも本当にね一緒に輪を広げていければ、それが一番いいので、視聴者の皆さん、ぜひ僕の方にまずはご連絡ください。お願いします。お願いします。ということで、本日は一応これでまとまったかなという。感じです。長すぎちゃうと編集も大変になっちゃいますか？大丈夫です。でも、まだ1時間10分だから、これを編集して多分ちょうどいいぐらいの尺にできると思うので、ドキュメンタリーの動画のすぐ後にこれを出す感じにして、いきたいと思います。じゃあ、そうですね。引き続きまた、こまめに連絡取り合いながら、そのタグが外れたとかもあるかもしれないですしね。またミスに連携取りながら、楽しみながらやっていきましょう。やっていきましょう。はい。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまた。はい。ありがとうございます。切りますね。切りますね。はーい。